はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今日は久しぶりに牛と豚を比べてみます。過去にも牛と豚のタン、牛と豚のレバー、牛と豚のハツ、牛と豚の気管などいろいろ比べてきました。今回は牛と豚のハラミを比べてみます。焼肉の人気部位ですが、どんな違いがあるのか見てみます。それでは早速やっていきましょう。こちらが本日用意した牛と豚のハラミです。大きい方が牛で小さい方が豚です。焼肉屋でも人気な部位なので食べたことある人も多いですよね。自分も大好きな部位の一つです。最近だとカルビとかタンよりもハラミが人気だったりします。この2本で1等分のハラミです。ハラミとは横隔膜のことで、こちらの用意した部位はアウトサイドスカートと呼ばれたりします。今回用意していませんが、同じ横隔膜の部位でサガリやハンギングテンダーと呼ばれる部位もあります。以前単体で動画にもしているので、よかったらそちらもご覧ください。アウトサイドスカートとハンギングテンダーで一対で、それが左右にあります。牛も豚も表面はメンブレンと呼ばれる膜で覆われています。この膜に関しても以前牛すじ3種類を比べる動画などで詳しく紹介しているので見てみてください。牛に関しては歯ごたえがあるので取るのが一般的ですが、豚に関しては膜も薄いのでそのまま食べることも可能です。うちの場合はこのアウトサイドスカートをハラミと呼びますが、お店や地域によってはサガリをハラミとして提供している場合もあります。ちなみに豚に関してはうちのお店では両方まとめてハラミとして提供しています。それでは長さを測ってみましょう。牛は長いところで50センチです。豚は20センチです。倍以上の長さがありますね。身の幅が牛は11センチか12センチくらいで、豚は3センチくらいです。身の厚さは牛も豚も同じくらいありますね。豚の重さが 96g、牛が 913g です。こうやって重さを比べてみると全然違いますね。体重差が10倍はないので、ハラミの大きさは差がありそうです。それでは表面の膜を処理していきます。包丁と逆の手で膜を引っ張りながら膜を処理します。ちなみにハラミは筋肉で見た目は肉っぽいですが、日本では解剖学的な分類を行うので内臓扱いになります。アメリカでは枝肉に付着しているかどうかが内臓と小肉の分類方法なので、ハラミは小肉に分類されます。なのでアメリカの場合タンはグレードがありませんが、ハラミはお肉と同じチョイスやプライムなどグレードがあります。豚のハラミに関しても膜を処理します。膜の処理ができたら指4本分くらいの幅で柵取りして食べやすい大きさに薄くカットします。豚のハラミに関しても食べやすいようにカットします。身の厚い部分は開いてあげても食べやすいです。上が豚のハラミで下が牛のハラミです。こうやって見てみると肉同様豚の方が色が薄くピンクっぽいですね。それでは味付けしていきましょう。ボウルに肉を入れて醤油だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れて混ぜ合わせます。なんかお肉の味付けを動画で撮ると本当に初期の頃を思い出します。きっとコメントでパプリカパウダーって何ですかって聞かれそうですよね。以前パプリカパウダーについても1本の動画にしているので参考にしてください。豚も同じように味付けしてお皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は南信州ビール株式会社さんのノンアルコール飲料ツインアルプスを飲んでみます。麦芽ホップハーブを使用したビアテイスト飲料です。レモングラスが使用されていることで爽やかな仕上がりです。ビアカクテルっぽい飲みやすさがあるので、ノンアルコールビールの一つの選択肢として用意しておくのもありですね。料理などを楽しむ際に水ではなくこういったドリンクを飲むのも食事の楽しさが広がりそうです。それでは牛のハラミから焼いてみましょう。いつ聞いてもこの肉を焼く音は人を幸せにしてくれますね。肉の音で世界を平和にできそうです。それでは焼けたのでいただきます。この歯切れよく柔らかい肉質と油がそこまで多くなくさっぱりとした味わいが意外にもタレとの相性がいいですね。ハラミが好きな人多いのも納得です。内臓が苦手な人でもハラミは食べられる人も多いです。次は豚のハラミです。牛に比べると少し歯ごたえがありますね。よりさっぱりとしているので食べやすいかもしれません。
普段お店では塩で提供していますが、醤油だれとも合いますね。醤油だれにすることでご飯にはぴったりです。旨味って考えるとやっぱり牛の方が強いかもしれません。値段的なことを考えると豚のハラミは安いのでかなり優秀です。牛のハラミの方が一般的ですが、家で使う場合などは豚のハラミも選択肢として用意しておくのはありですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ハラミの違いいかがでしたか？同じ部位でも動物ごとに違いがあるのは面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。